こんにちは、ミッキーです。今回は令和版大人の休日スポット日本橋カフェ8選をご紹介します。今回で第5回となります日本橋のカフェ特集。ただ、日本橋エリアで最注目とも言えるようなコレド室町、そしてカフェ巡り好き必見のおしゃれすぎるフードコート、カミサリー日本橋の紹介がまだでございました。今回はそれら注目の商業施設のカフェを紹介しつつ、さらにホテル併設の隠れ家空間や東北を応援するハートフル食堂、大使館お墨付きのシンガポール料理店もご紹介する盛りだくさんな内容でございます。そのどれもが日本橋らしさ満載でございますので、ぜひ食欲の秋を満喫すべく参考にしてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのは、小伝馬町駅や馬喰横山駅から近くにありますバースコーヒーさんでございます。日本橋の街に2017年に誕生し、日本人はもちろん外国人観光客からも人気の強いホテルシタン。そのシタンの1階にあるコーヒースタンドがバースコーヒーさんでございます。バースというのは停泊所や発着所を表す言葉でございまして、生産者さんやロースター、バリスタとコーヒーに関わる全ての人の思いを重ね、行き交う人々へ一杯のコーヒーを届けたいという思いが詰まっているお店でございます。この形でテラス席もございまして、特に外国人の宿泊客の方々はテラス席で楽しまれている様子が印象的でございました。店内入っていただきますと、先ほどのシタンの受付付近がバースコーヒーさんになっていまして、奥に進んでいただくとチェックイン、そしてホテルエリアにつながりますエレベーターが入るというところでございます。朝は8時からオープンしていますので、朝活におすすめでございますし、土日祝日もやっているというところはおすすめのところでございます。さらに電源や Wi-Fi も完備しておりまして、座席は全部で50席ございます。もちろん現金だけではなくてキャッシュレス決済にも対応しておりますので、先ほどから外国人観光客と申し上げてますけれども、国内の宿泊客の方々にもおすすめかなと思います。さて、地下に潜っていただきますと、こういったおしゃれな空間が広がっていまして、まさに隠れ家的な空間かなと思います。こういった席の広さとか、あとは日本橋の街に根付いているというところも踏まえまして、街に向かっていく丸く突き抜けた先ほどの布団のようなカウンターからコーヒーとともに思いをつなぐ、そんな場所として日本橋の地に根付いている、そんな空間でございます。こちらで提供いただくことができますコーヒー、すべてスペシャルティーコーヒーでございます。生産段階から徹底管理されて調達したコーヒーは間違いのない品質でございます。その豆を自家焙煎で焙煎度合いも含めて調整することで、バースさんだからこそ提供できる絶品コーヒーをいただくことができます。焙煎に関しましては、過去にご紹介しました押し上げのバースコーヒーロースタリー春にて行われておりまして、シェアローストの実現などコーヒー文化への貢献もしている、そんな魅力的なお店です。コーヒーはもちろんのこと、ペアリングをすることができるような焼き菓子もとても充実していますし、今回いただいたようなモーニングメニューのオープンサンドイッチもとても注目でございます。オープンサンドイッチは全部で5種類ございまして、自家製ハム&マヨ、椎茸と焦がしナスソース、ビーツフムスとリコッタチーズ、半熟卵とタルタルソース、リコッタチーズとバナナの5種類でございます。これらから1種類を選ぶシングルというものと、今映しております2種類を選ぶダブルの2パターンから注文できますので、お腹の空き具合と合わせていただいてみてほしいです。今回はそれら全部5種類の中から自家製ハム&マヨと半熟卵とタルタルソースの2種類、ビーツフムスとリコッタチーズ、リコッタチーズとバナナの計4種類をいただくことができました。ということで、例えば2人で訪れていただきますと、全5種類の中から4種類も楽しめるというところなので、隠れ家的な空間ではございますので、1人でも訪れるのはおすすめなんですけれども、2人以上で訪れていただくと、こういったモーニングもさらに楽しむことができるかなと思います。続いては場所を移しまして、三越前から渡す日本橋というところでございます。こちらは2021年3月に誕生した東北に密着した産地直送素材が魅力のお店です。日本橋からも未来へ渡そう。
世界中へ笑顔を渡そうをキーワードに、南三陸との出会いをきっかけに東北の情報と食を発信し、交流する場として誕生したお店でございます。なのでお店入っていただきますと、早速東北の魅力を伝えるような展示がなされています。人の心をつなぐ渡す日本橋として、日本中へ世界中へ様々な食と情報を集めて届ける交流拠点。東北をはじめ厳選した産直食材を使用しているメニューはどれも絶品でございます。スタッフが産地に通い出会った海、里の食材を使った渡す日本橋ならではの味を楽しめ、健康を意識したい方にとってもとても嬉しい場所になっています。店頭には渡すマーケット&ギャラリーという情報発信拠点も完備しておりまして、今映しております通り、東北産のたくさんの魅力あふれる製品が販売されております。食材のアクセントになるようなお土産を買っていただくこともできますので、ぜひこの中から気になったものがございましたら、皆さんもお土産用に買ってほしいです。さて、この日はランチに伺いまして、渡す定食ランチの中から注文しました。メニューは4種類ほどございまして、いずれもとても魅力的でございますし、先ほどご紹介しております通り、どれも東北産の食材を使っておりますので、食べるだけで復興支援できるというところもおすすめなポイントです。さて、その中からこの日いただきましたのは定食ランチ、漢方合いびき肉のチーズハンバーグ、鉄鶏卵を使用したオーロラソースでございます。今ご紹介しております通り、ランチはもちろんのこと、平日や土曜日はディナーのお店としてもおすすめでございます。東北の素材をフルコースで楽しめるメニューがあったり、東北産のワインを楽しめたりと、日本橋らしい大人の空間としても楽しめるお店です。この日いただいたランチは、ご飯は宮城県産の一目惚れを使用しておりまして、味噌汁は岩手県陸前高田の手作り味噌を使用しているということでございました。そして宮城県産の漢方合いびき肉を使ったハンバーグ。この日は鉄鶏卵を使用したオーロラソースだったんですけれども、タイミングごとでソースも変わるということでございますので、ぜひ何度か通う中でソースの違いにも触れてほしい、そんなお店でございました。食後にはセットドリンクをいただくこともできまして、この日は紅茶でいただくことができました。続いては先ほどご紹介しました渡す日本橋と同じビル、日本橋三井タワーにございますシンガポールハイナンチーファンさんでございます。15年間シンガポール大使館御用達を務める本格レストランでございまして、2005年に水道橋に誕生し、ここ日本橋には2014年に誕生しております。シンガポール現地の味を堪能できる貴重な店舗でございますので、ぜひこちらのお店確認していただいて、シンガポール料理に触れてほしいなと思います。現地の屋台村を思わせるような開放的な空間も特徴的でございまして、着席時には最大40名、立食では最大60名の貸し切り予約も可能なところも嬉しいポイントです。モチーフとなったのはシンガポール一の観光スポット、クラークキー。おしゃれなバーやパブが立ち並ぶシンガポールのナイトシーンには欠かせないスポットだということでございまして、現地らしい空気を感じることができます。そんな開放的な空間で南の風を感じることもできるかという噂でございます。お店のメニューも非常に豊富でございまして、たくさんの種類から選べますので、この付近にお勤めの方はランチタイムでいくつか頼んでいただいてもなかなか飽きることがないかなと思います。さて、こちらのお店の自慢はシンガポールチキンライスでございまして、こちらが大使館御用達の品になっています。毎年日本国内でも開かれます1000人規模の建国記念パーティーでは、10年以上もゲストへこちらのシンガポールチキンライスが振る舞われています。レモングラス、ガーリック等で香り豊かに炊き上げたタイ米とチキンのスープを添えつつ、柔らかくしっとりと仕上げた国産の鶏を3種のソース、チリソース、ジンジャーソース、ダークソーヤソースとともにぜひ堪能していただきたい、そんな一品でございました。さて、続いてご紹介しますのは小伝馬町にあります上サリー日本橋というフードコートでございます。こちらは2020年の9月にオープンしまして、インスタグラム等の SNS でおしゃれすぎるフードコートと話題になっている場所でございます。こちらの店ではカフェ、ベーカリー、ピザ、タコス、クラフトビールの5つの人気店が入っておりまして、平日の日中帯から多くの人で賑わっている空間でございます。もちろん観光スポットとしての魅力もあるかなと思うんですけども、地域密着の様子もとても印象的でございました。これらは縦長の一つのフロアに横並びでお店が入っていますので、店内で購入したものであれば好きな席で食べることができます。さて、ここからは一つ一つのお店をご紹介するんですけども、まず一つ目は2杯目のビールというクラフトビール店でございます。同じく日本橋にありますクラフトビール専門店、日本橋ブルワリーで店長をされていた方が独立してできたということでございますので、ビールの味は間違いないかなと思います。
続いてはこちらのピッツァスライスというところでございまして、上西日本橋にいらしている方は比較的こちらのピザを頼まれる方が多いのかなという印象でございました。続いてご紹介しますのは北出タコスというところでございまして、タコス屋さんでございます。北出タコスの北出というのは運営会社の COO の北出さんから来ているということでございまして、タコスを日本の食文化にというテーマで提供されているタコスはニューヨークブルックリンでの体験がベースになっているということでございます。北海道産トウモロコシ 100% を原料に日本橋にある自社工場で生産した新鮮なトルティーヤは注目でございます。続いてご紹介しますのはグランパさんでございまして、こちらは2023年の9月にオープンしたばかりでございます。8月までは蔵前にお店を構えますちがやさんが焼き菓子を提供されていたんですけども、9月からはこちらのグランパさんが入居しております。一応インスタグラム等を見ますと10月までの出店は決まっているんですけども、11月以降はまだわからない状況です。ただ店員さんとお話しした時にはもしかすると11月以降も出店できるかもとおっしゃっていましたので、可能性はあると思います。さて続いてはこちらのフードコートの中でドリンクとしておすすめしたいマインドスパさんでございます。千駄ヶ谷のコーヒースタンドホテルドラックスの姉妹店としてオープンしているということでございまして、たくさんのドリンクが注目でございます。その中この日いただきましたのは北出タコスさんからミートタコスセットでございます。加えてマインドスパさんのフラッフィーというドリンクもいただきました。さてこちらのタコスなんですけれども、ミートタコスセットというのはメキシコの定番3種を味わうことができるメニューです。3種というのはチキンとポークとビーフ、一つのタコスにトルティーヤが2枚重なっていますので具材とのバランスもよくいただくことができるメニューです。さてもう一つ食後にいただきましたのはこちらのダイナソーというドーナツ、先ほどご紹介しましたグランパさんのドーナツです。今回いただいたように続々と焼き上がりますドーナツが個人的にはグランパさんのおすすめなんですけれども、もともとはサンデーのお店として始まったグランパさんでございますので、サンデーやアメリカンパフェもぜひお腹に余裕があれば試してほしいです。続いては日本橋の注目商業施設でございますコレド室町のご紹介です。コレド室町は日本を賑わす日本橋をコンセプトに江戸時代の賑わいを再現する商業ゾーンが注目でございまして、日本橋の歴史が宿る老舗店舗から人気店の新業態など新しさを取り入れた店舗までが全て楽しめるようなそんな空間でございます。コレド室町は三井不動産が主導して作り上げた建物なんですけれども、東京都内を中心に様々な商業施設を訪れている私の視点で言うと、やはり三井不動産系列と東急系列が特にこだわりや勢いがある資本かなというふうに感じています。その中この日ご紹介しますのはこちらのアーンチャイ&ティーコレドというところでございます。こちらは2023年6月恵比寿に本店を構える自家製チャイ&紅茶の専門店でございまして、日本橋にも満を持して登場したお店です。スパイス香る自家製チャイやお茶を中心に季節で変わるケーキやスコーン、サンドイッチなどの軽食を店内でもテイクアウトで楽しめるそんなお店でございます。店名についていますアーンというのは日本語で壺という意味でございます。水を溜めて道具として使ったり美術品として飾って楽しんだりと様々な用途がある壺、そんな壺のように人にも多様な一面がありまして、嬉しい時だけではなく辛い時などいつでも寄り添う温かい空間でありたいという願いが込められているそんなお店でございます。お店には自宅で簡単に楽しめるチャイやお茶のショップも併設しているところがおすすめなポイントでございまして、こういった形で素敵なパッケージのもと香りも感じながら様々な種類のチャイを選ぶことができます。さてせっかくなのでその種類もご紹介していきたいんですけれども、白いパッケージでコーヒー豆を入れるような容器に入っていますのが風景や気配、人物にインスパイアされたアーンのブレンドティーシリーズでございます。こちらでは茶葉本来の持ち味を生かしながらお花やフルーツ、ハーブやスパイスのペアリングで口にした瞬間から余韻を味わえるようなお茶だということでございます。続いてカラーのパッケージになりますのが個人的におすすめなパッケージでございまして、こちらはアーンパウダードチャイというものでございます。名前の通り粉状になったチャイを楽しめるそんな製品になっていまして、茶葉とスパイスを独自のレシピで調合し無添加にて粉状にした素材ごと味わえるパウダーチャイだということです。芳醇な香りのアッサムや花のような香りや爽快な渋みを合わせ持つウバ、そこにジンジャーやシナモン、カルダモンやコリアンダーシード、クローブ、ブラックペッパーなどそれぞれをまろやかにしてコクを引き出す様々なメニューがございますので、ぜひそのスパイシーな風味を感じてほしいです。他にもこういった形で焼き菓子もたくさんありますし、フムスサンドなんかもございましたので、甘い系はもちろんのことお食事系のメニューいただけるところもおすすめなポイントです。
コーヒーではスターバックスやドトールなどテイクアウトするのが主になっていますけれども、こちらのアーンさんは価格帯的にもとても良心的でございますので、そういったテイクアウトの選択肢にチャイが生まれるというのも、日本橋付近にお勤めの方が羨ましい部分かなと個人的には思っています。ちなみにテイクアウトのおすすめもする一方で、お店の中で楽しむのも個人的にはおすすめでございます。なぜなら座席自体も比較的広々としていまして、充電スペースもございますので、作業用としても重宝しそうなそんな空間でございました。他にもシーズナルメニューがあったりとか、先ほどご紹介したようなフード系のメニューはチャイとセットにすることでお得にいただくこともできますので、そこもおすすめです。また先ほどからチャイをお勧めしているものの、チャイだけではなくて紅茶ももちろんおすすめでございますので、紅茶の味もぜひ様々なものから試してほしいです。さて、この日いただきましたのはオリジナルチャイの L サイズ、そしてホームメイドスコーンでございます。チャイのラインナップは全部で6種類。この日はアッサム茶葉を使ったスタンダードなオリジナルチャイにしました。ただほうじ茶にルイボス、ノンスイート、アマゾンカカオ、抹茶など様々な種類がございましたので、通う中でお気に入りを探してみてほしいです。ちなみに10月からはシーズナルメニューとしてかぼちゃのスパイスチャイも販売され始めていました。そして最後にご紹介しますのは、コレド室町テラスに2021年にオープンしましたおしゃれカフェグアンさんでございます。店名はグアンという少し変わった名前なんですけども、中国語で輝くという意味でございます。おそらく併設しています製品生活日本橋が台湾初の製品グループが日本初進出した雑貨屋さんであることから中国語を採用したように感じます。実はこちらのお店、祐天寺の大人気カフェトルスとリュールの姉妹店でございまして、これらのお店も個性的な名前がついています。トルス、リュールはそれぞれフランス語、リュールは輝きという意味が込められていまして、姉妹店でありますこちらグアンにも違った角度での意味を持たせたのかもしれません。店内の空間はシンプルながらもアンティークな雰囲気の家具に囲まれまして、映えアングルが多数。特にソファー席は人気な場所だと感じました。さて、注目のメニューをご紹介しますと、リュールのタルトとトルスのオムライス。いずれのお店も祐天寺では予約が取れないほどの人気だということでございますので、こちらグアンさんで一度に楽しめるのはまさに贅沢でございます。タルトは旬の食材を生かし、手作りにとことんこだわっておりまして、この日は夜の訪問だったため、ほとんど売り切れでございました。もちろん季節のメニューもございまして、現在の秋メニューは紫芋やかぼちゃを使った一品になっていますので、ぜひこの機会にお試しいただきたいです。10時までオープンしていますので、夜になっても例えば飲み会の後に少しスイーツいただきたいなという方に関しましても楽しめるかなと思います。この日はこちらの黒ごまきなこ餅タルトは最後まで残っていました。メニューも非常に豊富でございまして、先ほどちらっと触れましたオムライス以外にもインドカレーとかハンバーグ、サンドイッチなんかもございますし、ドリンクも非常に豊富でございます。デザートとしましては他にもケーキやアイス、パフェがございますので、そういったものも注文いただけます。コーヒーメニューもホワイトチョコのカフェラテとかチョコミントのカフェラテとか、あとはコーラフロートなんかもございましたし、紅茶メニューも豊富でございました。そんな中、この日にいただきましたのはクリームソーダでございます。実はこちらのグアンさんではクリームソーダの種類も豊富でございまして、全5種類が用意されていました。この日は青いライチのクリームソーダをいただいたんですけれども、他にはメロン、ザクロ、マンゴー、桃と少し変わり種なクリームソーダをいただけるところも注目のポイントです。さて、この日もう一ついただきましたのは絶品のオムライスでございます。こちらのオムライスはとにかく見た目が綺麗なスタンダードメニュー。この日はチキンライスでいただきましたけれども、ツナの和風オムライスも人気とのことでございました。普段はトルスさんで予約が困難なオムライスですけれども、こちらを贅沢にいただけるところもまさにコレド室町の店舗だからこそかなと感じています。さらにサラダ等もついていきますので、ヘルシーにいただけるところもおすすめです。またこちらのグアンさんは店員さんの接客もとても素敵でございましたので、居心地がいいというところもおすすめかなと思いました。先ほども申し上げましたけれども、10時までオープンしていますので、ぜひこちらでお食事をいただいた後には台湾初の製品生活さんも覗いていただいて、お気に入りの雑貨も探してほしいなと思いました。以上、今回は令和版大人の休日スポットとして日本橋カフェを8選ご紹介させていただきました。日本橋はオフィス街ということもありまして、土日と平日では営業時間や営業スタイルが異なるケースも多いので、ぜひ私の動画の概要欄等を参考にしていただいて計画的に訪れてほしいなと思います。ただ、休日スポットとして題しています通り、休日にも楽しめるお店がほとんどでございますので、ぜひ時間に余裕がある際に訪れてほしいです。また、冒頭でご紹介しましたバースさんは特にモーニングがおすすめでございますし、オープンサンドはたくさんの種類がございますので、その中からお気に入りを探していただくのもいいかなと思います。また途中でご紹介しましたアーンさんは
コーヒーの他にも紅茶とかチャイといった新しい選択肢を設けてくれますので、とても嬉しい発見だったかなと思います。他にもコレド村町を中心にたくさんのおすすめなお店がありますので、今後もご紹介していきたいと思います。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。